皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。そしてこの動画のトランスクリプトが欲しい方、もっと日本語を勉強したい方、これからもこのポッドキャストを聞き続けたいからサポートしたいと思ってくれる方がいたら、ぜひ YouTube か Patreon でメンバーシップに参加してください。参加していただけると本当に大きなサポートになります。ありがとうございます。またオンラインで1対1のプライベートレッスンをやっています。日本語を話す機会を作りたい、自然な日本語の会話練習をしたい、友達と話すように日本語を話したいと思う方がいましたら、ぜひ会話レッスンもチェックしてみてください。気になる方は概要欄のリンクからチェックお願いいたします。では今回は恋愛について話していこうかなと思います。今2月でもうすぐバレンタインですよね。で、やっぱりバレンタインの季節になると恋愛の話をよく聞く気がします。学生だと特に気になるあの人に告白してみようとか、ちょっとチョコレート渡してみようとか、今の学生はそれをしているのかしていないのかちょっとわからないですけど、恋愛の話はする機会が増える気がします。ってことで、恋の季節、恋愛の話をしようってことで、私のね、現在進行形の国際恋愛について話していこうと思います。まず簡単に、どうやって出会ったか、国際恋愛のいいところ、そして難しいこと、文化の違いや言語の壁についてお話ししていこうと思います。まずは簡単な出会いからちょっとね、話そうかなと思うんですけど、私はメキシコ人の彼氏と付き合っています。で、彼とはフランスで出会いました。私と彼氏はそのフランスの同じ大学に留学していました。で、そこで出会って、で、その後お互いが自分の国に帰って、今遠距離恋愛中になります。一旦今日は遠距離恋愛のことは置いておいて、国際恋愛、生まれ育った国が違う人との恋愛について話していこうと思います。まず、国際恋愛のいいところですね。一つは相手の国のことを深く知れるというのがあると思います。それがいいなと思います。友達でメキシコ人の友達がいるよ、アメリカ人の友達がいるよっていう場合でも、相手のことをね、相手の国のことも知れると思うんですけど、付き合っている方がより深く知れるかなと思います。実際現地ではどんな暮らしをしているのか、どんなものをよく食べているのか、SNS で見る表面上だけではなくて現地の暮らしが知れるっていうのはいいことだなと思います。私が日本人の友達にメキシコ人と付き合ってるっていうのをね、話した時に、メキシコって治安どうなのとか、普段どんなもの食べてんのとか、あれメキシコって何語話すっけみたいな感じでいろいろ質問されたりするんですよね。身近にいろんな国の方がいないっていう人が多いと思うんですけど、意外と何も知らないっていうのもあると思います。例えば、日本で言うと隣の韓国とか中国とかだと、ヨーロッパの国と比べると知ってることも多いと思います。でも、その日本とメキシコのように遠く離れた国だと意外と何も知らないなっていうこともね、あります。で、そういうのを一つ一つ知れるっていうのはめちゃめちゃいいことだと思います。それが国際恋愛のいいところ一つだなと思います。もう一つは相手の国を一緒に旅行できるっていうのもいいと思います。やっぱり現地ガイドがいるって最強じゃないですか。で、私の彼氏が現地ガイドというか旅行ガイドというわけではないんですけど、自分一人だったらとか、日本人同士だったら行かないだろうなみたいな場所に連れてってもらえたりとか、観光客はあまりいないようなローカルな場所に連れてってもらえるっていうのはすごくいいことだなと思います。で、これが私の意見で、私の彼氏にもどんな意見があるかっていうのを聞いてみました。じゃあ彼氏の意見としては、普段そこに住んでいたらわざわざ行かないような観光地に
私が行くから彼女が来るからって一緒に行ったり、そうすることで自分の生まれ育った都市の観光地に行くことで、よりその自分の都市を知れたから良かったって言っていて、確かにそれもそうだなって思いました。私も彼氏が大阪に来た時、いろいろ観光スポットを一緒に回ったんですけど、私は普段友達とはわざわざ行かないようなところにも、その観光をしに来る人がいるから一緒に行くっていうので、どっちもいいことあるじゃんって思いました。で、国際恋愛って、なんかいいな、自分もやってみたいなと思う方もいると思うんですけど、実際体験中とか体験したことがある、または結婚したっていう方はね、もちろんいい面もたくさんあるけど、その分難しいこともあるって思う方が多いんじゃないかなと思います。で、私が思うのは、やっぱりまず文化の違い。で、あとは言語の壁ですよね。例えばアメリカ人とイギリス人同士とか、アメリカ人、カナダ人との恋愛だと言語の壁はないかなと思うんですけど、そうじゃない場合、私みたいに日本とメキシコの場合ですね。これは言語の壁がやっぱりありますよね。で、あとは国際恋愛だからこそ、受け入れないといけない現実みたいなのもあると思います。なのでこの3つに分けて話していこうと思います。まず1つは、これはもう国が違えば、育った国が違えば絶対ぶつかるであろう壁が文化の違いだと思います。例えば愛情表現の仕方が違うとか、何をいいとしてるかみたいな常識とか非常識の違いとか、いろいろあると思うんですけど、恋愛に重点を置くと、愛情表現の仕方。これは特に日本人となんか北米の方とかヨーロッパの方、違いが大きい気がします。で、日本人でよく言うのは、あまり愛情表現をしないっていうのがあると思います。なんか大好きだよとか I love you みたいなことをあんまり言わない人が日本人には多い気がします。で、私と私の彼氏なんですけど、特にその愛情表現の問題はない気がします。確かに彼氏はよく I love you とかそういう表現をいっぱいちゃんと言葉でしてくれるんですけど、私も言うし、そこに抵抗があったわけではないので、ここはあまり問題はないかなと思います。でも例えば今日本人の人と付き合ってるとか、日本人のことを好きになったっていう場合はね、もしかしたらこの違いっていうのも出てくるかもしれないです。確かに私の周りの日本人同士のカップルでも、そんな好きとかあんまり言わないっていう人が多いです。なので、日本人と付き合っていて、好きとか、なんか愛情表現をあまり言葉で表現してくれない、もう私のことを僕のことを好きじゃないのかなって思う方もいるかもしれないですけど、これは本当に人によるので、そこはお互い話し合えれば一番いいんですけど、日本人は多分比べると他の国出身の方と比べると比較的愛情表現は少ないと思います。ですが、私はなんか別に普通に抵抗なく言えたかなと思います。そこの問題は今のところはない気がします。で、文化の違いっていうので、一番私がびっくりしたのが、家族との距離感です。その恋人、奥さん、旦那さんとかに I love you っていうのは普通だと思うんですけど、家族同士で言っているっていうのが、これが一番衝撃的でした。私の彼氏のご両親が息子に対して I love you って言っているのを聞いて、それが本当に衝撃的でした。なんかよく Asian parents みたいな感じで、アジア人の両親はあまり愛情表現をしないとか、子供を厳しく育てるみたいなそういう SNS の動画を見たことがある方もいるかと思うんですけど、あれは本当に誇張されてる部分はあるんですけど、その通りだと私は思っていて、私も家族同士めっちゃ仲が悪いわけじゃないし、一緒に旅行したりもするんですけど、I love you とか、日本語だと愛してるになるんですけど、それは一切言わないですね。言ったことも言われたこともないと思います。で、これがいい悪いかは置いておいて、日本人家族で一度でも親に対して、または子供に対して
言葉で愛情表現をしたことがある人ってどのぐらいいるんだろうって今すごく気になってきました。例えば、長期で海外に行くとかだったら、普通ね、自分の息子娘がどっかに行くってなったら寂しいからハグしたりとか、なんか頑張ってきてねみたいな感じはあると思うんですけど、私の場合は一切ハグしたりとか、そういう表現は一切なかったです。はい、行ってきます。はい、じゃあね、バイバイぐらいの本当に軽い感じで、いつ海外行くってなっても、本当に軽い挨拶程度で終わります。でも私は結構日本人の家族だったらそんぐらいなんじゃないって思います。もちろんまだ学生とか子供が小さい時ってすっごく心配になったりするので、もっとね、いろいろ表現したりっていうご両親が多いかもしれないですけど、大人になれば、20歳以上とかであれば、別に普通に「はい、いってらっしゃい、バイバイ」みたいな感じの人が多いんじゃないかなって私は思うんですけど、どうなんでしょうね。なので、その家族同士で、自分の息子とかに対して愛情表現をしてるっていうのは、私はめちゃめちゃ衝撃的でした。そういう家庭で育った人が私の家族とか、日本人の多分多くの家族を見て、この人たち仲悪いんかなとか思うかもしれないですけど、全然そうじゃないっていう場合が多いと思うので、これは大きな文化の違い、相手との距離感の違いで、結構違いを感じた部分です。で、他にも、挙げればキリがないぐらいあるかもしれないんですけど、私も私の彼氏も、行ったら海外に住んでいて、その留学中に出会ってるので、どっちか一人が自分の国に住んでいて、そこで出会ったっていうわけじゃないので、なんか文化の違いに対する衝撃っていうのは少なかった気がします。私も彼氏以外にも周りにたくさん外国人の方、フランスにいたので私が外国人なんですけど、違う国出身の方っていうのがたくさんいたので、衝撃っていうのはあまりなかった気がします。付き合う中で、こういう違いがあるのねっていうのは学んでいった気がするんですけど、今パッて思いつくものは、なんかそんなに多くはない気がします。では次の、難しい問題っていうのは言語かなと思います。言語の違いによるコミュニケーションの難しさっていうのもあると思います。で、私と彼氏は英語で話します。お互いの共通言語が英語なんですけど、お互い英語がネイティブの言語ではないです。母国語の言語ではないです。私の母国語はもちろん日本語で、彼氏の母国語はスペイン語です。なので、私個人的には言語のバリアは結構あるなと思っています。で、英語はね、毎日使うんですよね。一応使うんですけど、私もネイティブではないからこそ、なんか全然うまく表現できていないなっていうことがたくさんあります。そして、付き合いが長くなってくると、お互いネイティブの言語ではないので、なんか自分たちで言語を作り上げていくみたいなのが多いんですよね。自分たちだけがわかる言語みたいな、そういうのが増えてきて、なので英語で話しているんだけど英語じゃないみたいな、そういう場面が多いです。で、私は彼氏がメキシコ人なので、だからスペイン語をもっとちゃんと勉強しようって思ったのはあるんですけど、スペイン語を勉強し始めると、スペイン語の単語とかもちょっとずつ分かってきて、なので英語とスペイン語がめっちゃ混ざってたり、英語もスペイン語もなんて言ったらいいか分からへんから日本語が間で混ざっていたりっていうので、もうなんか結構めちゃくちゃな会話をしている気がします。ゼロ言語なんだけど3カ国語混ざってるみたいな、そういう瞬間もあります。なのでやっぱり同じ言語を母国語としている人、日本人だったら日本語でね、会話するのに比べると、なんか深い話ができていない感がある時もありました。やっぱ最初はそうだったなって思います。会話してるんだけど会話していないみたいな時も結構あると思います。で、あとはやっぱり喧嘩というか、ちょっと言い合いになったり、意見が合わない時に、自分の意見をちゃんと伝えたい時、自分の気持ちをちゃんと伝えたい時に、
もちろん英語で話すんだけど、それが自分の言いたいことがちゃんと伝わっているかもわからないし、なんか喋ってて自分の英語がむちゃくちゃになってきて、ぐちゃぐちゃになってきて、うわーって自分の中でストレスが溜まって、で、急に日本語でめちゃめちゃもうなんか全部ぶちまけるみたいな、言いたいこと全部、とりあえず日本語で言ってみるみたいな時もあるし、日本人同士だったら抱えないでいい問題っていうのは確かにあるなと思います。私の彼氏がなんかスペイン語でバーって言ってくることはあんまりないんですけど、でももちろん私が日本語でバーって言い返してたら、相手は理解できないので、その反論としてスペイン語でいろいろ言われて、で、お互い何言ってるか理解できなくて、笑って終わるみたいなこともたまにあります。で、お互いの話す言葉が違うから、恋愛できないんじゃないかって思ってる方がいたら、それは絶対にないと思います。言語の壁っていうのは簡単に越えられると思うんですけど、でも恋愛をしたら語学が上達するっていうのは本当によくあることだと思うし、そうやって言語を学んだっていう人もたくさんいると思うんですけど、私たちのケースはそうではないと思います。2人の共通言語が英語っていうのもあって、やっぱり本気でもうめちゃめちゃ真剣にスペイン語を勉強しようとか、彼氏も本気で日本語を勉強しようって思わない限りは、どうしてもお互いの母国語の上達っていうのは知っていない気がします。私だったらスペイン語の上達は今まであまりしていなかったですし、彼氏の日本語の上達っていうのもあまりしていなかった気がします。それでも私が感じるのは、彼氏の日本語の発音は上手だなって思っています。で、彼氏も私が話す日本語を聞いていたり、私と私の家族が話す日本語をたまに聞いたりするので、そういうネイティブのリアルな会話を聞くことで、やっぱり発音の上達っていうのはするのかなって思っています。で、リスニングはめっちゃ大事だし、それで発音は上手いなって思うんですけど、その会話がスムーズにできるレベルにはなっていないので、やはりここはね、お互い本当に真剣に学ぼうという意思がないと、上達はしないんだなって感じています。英語が話せるからこそ、いっか、どこかでいっかっていう気持ちが今まではあったと思います。でも私は今年はね、スペイン語はちゃんと勉強しようと思ったので、毎日ちょっとずつやってはいるんですけど、スペイン語話したかったら、じゃあスペイン語を話す彼氏と付き合っちゃいな、じゃあすぐ上達するよっていうのは、なんかちょっと違う気がします。そうですね、国際恋愛の難しいところ、言語の壁っていうのは確かにあるけど、越えられない壁ではないっていうのが私の結論です。で、あと、受け入れていくしかないことっていうのもあると思っていて、で、その一つがユーモアだと思います。何を見て面白いと思うか、何を聞いて面白いと思うかっていうのは、もうこれはあんまり変えられないことだなって思います。で、これを最近すごく感じたんですけど、この前一緒にネットフリックスを見ていました。で、そこには日本人の芸人さん、日本人のコメディアンがいて、で、そのコメディアンがね、一言コメントをしました。一言何か喋ったんですね。で、私にとってはそれがめちゃめちゃ面白くて、一人で大爆笑してました。でもその間彼氏は、みたいな、何が面白いんみたいな感じですっごいハテナマークがいっぱい出てるっていう状態でした。で、その状況っていうのは、日本語が分かったら全員が笑えるっていうことではなくて、その文脈とか、日本人の共通認識、文化とかを知ってないといけないことだったので、これはその育った国によって、どの時代にどの国で育ったかによって絶対変わってくることだから、難しいなって感じたことがありました。で、その逆もしかりで、私の彼氏がよく見ていたシリーズで、El Chavo del Ocho、El Chavo del Ocho というシリーズがあったみたいです。これはメキシコのなんかお笑いのシリーズみたいなんですけど、で、私の彼氏はそれがめちゃめちゃ好きだったっていう話をね、この前していたんですけど、私にとっては初めて聞いた見たこともないシリーズなので、っていう感じで、その話をされても私は一緒に笑うこととか、一緒に懐かしむことができないので、これはその国際恋愛ではもう受け入れないといけないことだなって思います。
もちろん私が今からそのシリーズを見て、面白いなって思ったら一緒に笑ってとかいろいろ話したりすることはあるんだけど、でも子供の時にそれを見ていたっていうその共通のものはないので、やっぱり大人になってから見たのと子供の時に見ていたっていうのは違うと思うので、その変えられない過去っていうのはすごく大きいポイント、国際恋愛をする上では受け入れていかないといけないことだなって思います。なんか子供の時に見ていたあのアニメめっちゃ面白いよねみたいな急に話が降ってきたとしますよね。昔見ていたアニメとか、昔見ていた日本の番組とかについて話そうと思ったら、やっぱりその彼氏にはできないっていうのがあります。もちろんその彼氏もその番組を今見て面白いなと思ったら話すことはできるけど、やっぱりその日本人と話すのと比べると違いがあるなと思います。で、育った国が違えば、教育も違うし、文化も違うし、宗教も違うし、常識とか非常識、何が良くて何が悪いっていうのも全部違うので、それをね、今は調べれば全部出てくると思うんですけど、でも実際その彼氏が彼女が全く違うってなったら、やっぱり受け入れるには時間がかかるということもたくさんあると思います。で、毎日が衝撃っていうのもあると思います、最初は。でもそれを乗り越えていくからこそ、より強い、この2人の関係が出来上がっていくのかなって思ったりもします。最後に国際恋愛から学んだことについてもちょっと話そうかなって思うんですけど、学んだというか、現在も学んでいる現在進行形の話にはなってくるんですけど、やっぱり全く違う国、育った国が違う人と恋愛するってなると、もう衝撃な部分もたくさんあります。こういうところは、受け入れられるかな、でもここは譲れないみたいな、自分の好き嫌いがはっきり分かってくるし、視野が広がった気がします。こう、日本人同士だったら多分、共通認識も一緒だし、育ってきた環境とか、受けてきた教育とかも、一緒ですよね。行く学校によって違うとかはあれど、ほとんど一緒じゃないですか。なので、これぐらいは分かるよね、分かってよってこう、実際言葉にしなくても理解できるでしょって思うこともたくさんあると思うんですけど、私たちはやっぱり話さないと何も分からないので、そのコミュニケーション力が上がったとまではいかなくても、伝えようとする気持ちとか、じゃあこれどうやったら伝わるかなってこう考える機会はたくさん増えた気がします。私の当たり前が彼の当たり前ではないし、彼の当たり前が私の当たり前ではないので、そこをお互い理解し合うっていうのは、そこをなんか学べる機会があるっていうのはすっごくいいことだなって思います。今回は国際恋愛についてお話ししてみました。国際恋愛ってやっぱり話す言語が違う人と恋愛するってなったら、もちろん楽しい、嬉しい、新しい発見などもあるけど、大変なことも人一倍あるなと感じています。だからこそ学べるものとか、だからこそ得られる体験とかもあるんですけど、どちらもいい面も悪い面もあるのかなって思います。そうですね、もし今国際恋愛しようか迷ってるとかっていう方がいたら、言語の壁は絶対に乗り越えられるっていうのがまず一つあるのと、文化の違いを受け入れられるか心配っていう人がいれば、それはやってみないとわからないから、私は新しいことを学ぶみたいな気持ちでやってみるといいんじゃないって思います。その結果がバッドエンドであったとしても、今までは全く知らなかった国について知れたとか、文化について勉強できたとか、自分はこれは許せるけどこれだけは絶対に許されへんのやっていう自分についても知れる機会になると思うので、どんな恋愛でもいい経験になるんじゃないかなって思います。でまたそうですね、今国際恋愛中、過去に恋愛してた、結婚したなどあれば、皆さんの体験談もぜひ聞かせてもらえたら嬉しいです。日本人の女性と付き合った、日本人男性と付き合ったなどありましたら、いろんな意見聞かせていただけると嬉しいです。では今回はここまでになります。ちょっと話がごちゃごちゃしていた気がします。
話がまとまっていたかどうかはわかんないんですけど、今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。